上司がデータ改ざんして経営陣騙してた件、お前の数字じゃ報告できねえ。統計的に証明したけど、これはとあるデータサイエンティストの話。私は29歳のデータサイエンティスト。大手メーカーの DX 推進部門で働いている。 Python や SQL を使ったデータ分析が得意で、機械学習モデルの開発が仕事だ。今回1年かけて需要予測 AI を開発した。製品の需要を予測して在庫を最適化するシステムだ。目標精度は 90% だった。お、いい感じのプロジェクトやん。1年かけて開発って大変そう。1年って結構長いよな。データサイエンスって時間かかるんやね。しかし検証の結果、精度は 75% だった。目標の 90% には届かなかった。 15% の差は結構でかいな。これは報告するしかないよね。私は正直に部長に報告した。部長、検証結果が出ました。精度は 75.3% で、目標の 90% には届きませんでした。改善が必要です。は？何言ってんだお前。この数字じゃ経営陣に報告できねえだろうが。しかしこれが事実です。データは正確に報告すべきです。もっとよく見せる方法を考えろ。お前の仕事は俺を満足させることだ。おいおい、完全にパワハラやん。こんな上司最悪すぎる。データ改ざん要求とか犯罪やろ。それは不正です。データの改ざんはできません。お前に決定権はない。経営会議の報告は俺がやる。お前は来なくていい。おいおい、これはやばいぞ。完全にパワハラじゃん。経営会議の日、部長は私を会議から外して一人で経営陣に報告しに行った。社長、報告いたします。我々が開発した AI 予測モデルが精度 93.1% で大成功を収めました。嘘つくなや。75% やったやろ。完全にデータ改ざんしてるやん。クズすぎてくさ。おお、素晴らしい。目標を大きく上回ってますね。これにより年間3億円のコスト削減が見込めます。では全社導入を決定する。追加予算1億円を承認しよう。会議後、議事録を見て驚いた。精度 93.1%。そんな数字ありえない。実際は 75% だったのに。完全にデータ改ざんやんけ。これはあかん。システムは本番稼働した。しかし案の定トラブルが続出した。予測が全然当たらず、在庫型で倉庫がパンク状態に。おい、なんだこの AI は。予測が全然当たらないぞ。在庫が溢れて損失3000万円だ。3000万円、やばすぎやろ。嘘のデータで報告した結果がこれか。このシステム使い物にならないわ。精度 93% って何なんだったんだよ。クレームが殺到した。おい、お前のモデルのせいだ。私は最初から 75% だと報告しました。勝手に 93% と報告したのは部長です。証拠はあるのか。会議に出てなかったお前に何々がわかる。お前の技術力不足が原因だ。完全に責任転嫁じゃん。この上司クズすぎる。人事評価の結果が出た。今回のプロジェクト失敗の責任を取ってもらう。君は降格処分とする。給与も 10% 減額だ。ええ、一致悪くないやろ。完全に濡れ衣じゃん。これは許せんわ。そんな、私は正しく報告したのに、部長は何の処分もなく、むしろ DX 推進の功労者として評価されていた。悔しい。絶対に許せない。このままでは終わらせない。私は部長の経営会議資料を入手した。社内共有フォルダにアップされていたものだ。データを詳しく見てみると明らかにおかしい。元データは1万件あったのに、部長の資料では3500件しかない。65% のデータが消されている。さらにグラフの縦軸が操作されていた。70% から 100% の範囲だけを表示して、精度が高く見える要因書を操作していた。悪質すぎるだろ。完全に詐欺じゃん。私は元データベースと照合してみた。
予測精度が低かったデータポイントが50件以上も削除されていた。都合の良いデータだけを抽出している。これは完全にデータ改ざんだ。会社を騙している。証拠つかんだな。一致頑張れ。私は部長に質問してみた。部長、経営会議の資料を見ました。精度 93.1% という数値の根拠を教えてください。は？何々を言ってるんだお前は。元データと比較するとデータ件数が 65% も減っています。お前に質問する権利はない。黙ってろ。でもこれは会社に対する背任では。次も文句言ったらクビにするぞ。わかったな。脅迫じゃねえか。完全にアウトだろこれ。私は人事部に相談してみた。部長がデータを改ざんしているんです。部長は会社のために尽力している。君の思い込みではないか。データを見れば明らかです。部長の判断を信じる。以上だ。全く取り合ってもらえなかった。同僚にも相談してみた。それ本当なの？データを見れば一目瞭然だよ。でも部長に逆らったらあなたもクビになるよ。諦めた方がいいんじゃない？完全に孤立してしまった。誰も味方がいないのか。これはつらい。途方に暮れていた私に別部署の先輩が声をかけてくれた。あなた困ってるみたいね。先輩は統計学の博士号を持つ40歳の女性データサイエンティストだ。実は部長がデータを改ざんしていて、でも誰も信じてくれないんです。資料を見せてもらえる？私は元データと部長の資料を見せた。これはひどい。完全にデータ改ざんよ。サンプル抽出のバイアスが明らか。統計的に見てこれは偶然では起こりえない。やっぱりそうですよね。あなたこれと戦いなさい。データは嘘をつかない。徹底的に証拠を集めて統計的に証明すれば誰も反論できない。私も協力するわ。ありがとうございます。絶対に証拠を集めてこの不正を暴いてみせます。私は2週間かけて徹底的に証拠を集めた。まず証拠その1、元データベースの完全バックアップ。1001万件のデータを保存。実際の精度は 75.3% だった。証拠その2、部長の経営会議報告書。精度 93.1% と虚偽記載。データ件数も3500件に改ざん。証拠その3が最も重要だ。先輩と共同で作成した統計的検証レポートだ。サンプル抽出のバイアス分析を行ったわ。P 値は 0.0001。偶然では1万回に1回しか起こらない。統計的に明らかな改ざんよ。さらに分散も異常に小さい。都合の良いデータだけを抽出した証拠だ。証拠その4、データベースの SQL クエリログ。部長のアカウントで特定の条件でデータを抽出していた。アキュラシーグリーター3 0.85 という条件だ。精度が高いデータだけ抽出したんだ。完全に証拠じゃん。ログは嘘をつかない。証拠その後、Excel ファイルのメタデータ。部長の PC で作成。編集された記録。編集履歴にデータ削除の痕跡もあった。証拠その6、本番稼働後3ヶ月間の実績データ。実際の精度は 74.8%。部長の報告 93% と大きく乖離している。証拠その7、営業部門からのクレーム記録。3ヶ月間で50件以上のクレーム。予測が当たらない。在庫型で損失発生。損失額は合計3000万円。証拠その8も重要だ。部長の過去3年間のプロジェクトを検証した。驚くべきことに全て同様の手口で改ざんされていた。過去の無駄な投資は総額2億円。常習犯だったんだ。証拠その9、経営会議の議事録。部長の虚偽報告が正式に記録されている。追加予算1億円の承認根拠も虚偽データだ。そして証拠その10、これが決定的な証拠だ。私は会計監査法人に相談した。これは
明確なデータ改ざんですね。会社法違反の可能性があります。財務報告への影響も懸念されます。財務報告。この虚偽データは有価証券報告書にも記載されている可能性がある金融庁への虚偽報告になります。監査リスクとして重大です。そこまで重大な問題だったのか。意見書を作成します。これは必ず正さなければなりません。金融庁案件まで発展するのか。部長完全に終わったな。さらに弁護士にも相談した。これは背任罪に該当する可能性があります。会社に2億円以上の損害を与えています。証拠も完璧です。内部通報制度を利用して監査役と社長に直接報告しましょう。わかりました。私は全証拠150ページのレポートにまとめた10種類の証拠、統計的検証、公認会計士の意見書、すべてを含めた完璧な証拠資料だ。内容証明郵便で監査役3名と社長に送付した。もう後戻りはできない。緊急役員会議が招集された。出席者は社長、 CFO、 全役員、監査役3名、そして部長、私、公認会計士、弁護士だった。では始める。内部通報があり重大な疑義が生じている。説明を求める。私から報告します。 DX 部長がデータを改ざんし経営陣を欺いていました。10種類の証拠を提示します。証拠その1、元データベース全1万件、精度 75.3%。 証拠その2、部長の報告書3500件、精度 93.1% と虚偽記載。完璧な論破やな。数字で明確に証明してる。証拠その3、統計的検証レポート P ネ 0.0001。 偶然では起こりえません。証拠その4、 SQL クエリログ。部長が精度の高いデータだけを抽出。証拠その5、 Excel メタデータ。部長の PC で改ざんされた証拠。証拠その6、本番実績データ。実際の精度は 74.8% でした。証拠その7、クレーム記録。3ヶ月で50件以上、損失3000万円。証拠その8、過去3年間の検証。すべて同様の手口。総額2億円の損失。2億円。証拠その9、経営会議議事録。虚偽データで1億円の予算を承認させた。そして証拠その10、公認会計士の意見書です。これは会社法違反に該当します。有価証券報告書への影響もあります。金融庁への虚偽報告になる可能性があります。何なんだと。部長、これは本当か。これはその誤解です。データの解釈の違いで往生際が悪すぎる。まだ言い逃れしようとしてる。統計的に不可能です。 P ネ 0.0001。 偶然では1万回に1回しか起こりません。それは彼女が勝手に作った数字で。 SQL ログは改ざん不可能です。すべてあなたのアカウントです。タイムスタンプも記録されています。監査役として確認しました。証拠はすべて申請です。部長、 93.1% という数値を説明してください。どうやってその数字を出したのか。それはその統計的手法で。具体的にどの統計的手法ですか。それは詳細はウェアアキュラシーグリーターさん 0.85。 このクエリで精度の高いデータだけ抽出した。これが統計的手法ですか。それは過去3年間も同様の手口だそうですね。総額2億円の損害だ。部長、最後に聞く。データ改ざんは事実か。はい、すべて改ざんしました。成果を出せと言われたから数字をよく見せただけで。我々を3年間も騙していたのか。会社の信用を失墜させた。株主に何なんと説明する。金融庁への報告も訂正が必要だ。監査役会として即刻の懲戒解雇を勧告します。部長を即刻懲戒解雇とする。損害賠償請求を行います。追加予算1億円、在庫損失3000万円、
過去の無駄な投資に送り総額3.3億円の損害賠償を請求します。3億超えとか人生終わったな。ざま完全勝利やね。はい、有罪での刑事告訴も検討します。そんな3億円も払えるわけがある。元部長のその後懲戒解雇損害賠償3.3億円請求背任罪で刑事告訴懲戒ブラックリスト入り MBA の資格の返上を求められた。妻から結婚協議を持ちかけられ SNS でも炎上して再就職は絶望的らしい。一方私は降格処分は即座に取り消された。課長に昇進データサイエンスチームのリーダーになった。給与減額も取り消され年収が150万円アップした。データガバナンス責任者にも任命され特別報奨金300万円をもらった。社内表彰でコンプライアンス貢献賞の受賞。監査役から感謝状までいただいた。全社でデータガバナンス体制が評価され私が講師として社内研修も担当することになった。私の正確なモデル精度15%に改善。全社導入されて大成功を収めた。データは嘘をつかない。統計は正直だ。最後まで読んでいただきありがとうございました。お疲れ。ショーツスカッとしたわ。データサイエンティストかっこいい。統計最高。一致 GJ